皆さんこんにちは。見に来てくれておおきに。今回は約67センチ ×155 センチのゴロネマットを作ります。暖かくなったらこれでお昼寝したいなと思って作りました。長座布団としてやソファーの上に置いてパッドとしてもお使いいただけます。ぜひ参考にしてもらえるとバリ嬉しいです。ほな、早速始めよっか。今回も型紙はダイソーさんの厚紙工作用紙を使いました。表布も裏布も同じ型紙です。布の裏に型紙を置いて印をつけます。縫い代込みなので印の線でカットします。表布60枚、裏布60枚用意します。表布と裏布を中表に合わせて返し口を残してミシンで縫います。60枚あるのでガンガン縫っていきましょう。縫えたら角をカットしておきます。これも60枚頑張りましょう。ミシン線で縫い代を折ってアイロンをかけて折れ線をつけます。シワがあったので霧吹きをしてアイロンを当ててシワを伸ばしました。返し口から表にひっくり返します。しつこいけどこれも60枚。私はこれが一番しんどかったです。中に入れる綿はダイソーさんの手芸綿を使いました。パンパンに詰まってて飛び出してきたのはびっくりしました。圧縮されていたのでほぐしながら入れましたよ。手芸綿1袋で8個から9個入れることができました。なので7袋購入して店頭の手芸綿を買い占めました。
端っこの方をミシンで縫います。何回も言うけど60個縫えました。本当の座布団のように中閉じをしたら可愛いかなと思ってやってみました。中閉じ用の糸は高かったので、お家にあったジーンズステッチ用の太い糸を使ってみました。対角線に定規を置いて中心に印をつけました。糸は二重にして30センチ必要です。4本を束ねて結びます。縦に5段、横に12列並べます。順番がわかるように上から重ねてミシンまで持っていきました。中表に合わせて端から 0.5 センチを縫いました。時間を短縮したくてミシンで縫いましたが、分厚くて難しかったです。手縫いで巻きかがりやこの字とじをした方が良かったかなと思いました。5段ずつつなげたら次は横を縫います。裏の縫い代が交互に倒れるように合わせます。ここも端から 0.5 センチを縫いました。
最後にここをつなげたらようやく完成です。やっぱり手縫いで縫った方が布の重なりも少なくなって良かったなと思いました。ソファーやラグの上に置く場合は気になりませんが、床などの硬いところに直に置くときは重なってるところを足で踏むと痛いかもしれません。私の反省点も参考にしてくれたらなと思います。私の椅子にもかけてみました。背中に合わせて折りたためるので体にフィットしてとってもええ感じです。最後まで見てくれておおきに。感想をグッドボタンやコメントで教えてくれると嬉しく思います。ではまた次の動画で。